副首都になりたい、副首都になりたいって言うてるんですけど、もうね、無理やって。もうね、もうむちゃくちゃやねんってアホはやってるから。もうアホやねんって。神戸はね、最近治安が悪なってるんですよ。昼の日中から声かけ事案が発生してるんですよ。お写真でございます。で、基本頃、女と若い男にしか声かけへん。で、単なる変態なんですよ。ブロック解除してるのかどうかっていう動画を西脇さんがやってくださいました。で、もし西脇先生、お時間があったら今度、そういう時系列だったという補足だけしといてください。どうせこう言うだろうから、こういうことをしておこうという検証動画は、あと4本残ってますから。昨日ね、実を言うとね、日帰り神戸やったんです。行って帰ってきました。おかげさんでちょっと動けるようになってきたんで、行って帰ってきました。ピャッピャッと。最後の飛行機でね、帰ってきまして、最後って神戸空港を飛び立つ最後の飛行機で東京に帰ってきました。スカイマークよりも遅い飛行機あるんですよ。ANA になるんですけど。まあ、いずれその話をすることもあるんでしょうが、昨日、取材と取材の間に、1時間ほど空いたんですよ。暑かったでしょ、昨日。暑いんで、神戸サウナ行ったんですよ。生田神社の前のね、神戸サウナ行って、サウナ入ったんです。で、別にこれ案件でも何でもないんですけど、もう誰とは言いませんよ。誰とは言いませんけども、神戸サウナって、てっぺんと、毎日てっぺんと30分に、ロウリュがあるんですよ。ロウリュがあるの。お兄さんが入ってきて、バスタオルでやーってしはるんですよ。で、俺は4時半のロウリュに入れるタイミングで、おったから、前の風呂に使いながら、もうそろそろロウリュやなと思って、こう風呂からサウナに行こうと思ったら、こっちから歩いてきた人がね、とんでもない人だったんですよね。俺の顔見てね、ってこう避けはったんですよ。ほんでね、逃げるとこないから、その人もサウナ入らはったんです。誰とは言いませんよ。誰とは言いませんけど、とんでもない人がフャッと入ってきはったんです。で、俺がこう、風呂から出てサウナにこうまっすぐ行こうと思ったら、こっちの脱衣場から奥の風呂に行こうと思ってこの動線のクロスするところで、その人と俺が顔あって、おうと俺は思ったんですよ。おうなんや、お前この時間に風呂入れんのかいと思って。と思って見たら向こうが、みたいな感じ。逃げるとこないからその人もサウナ入ったんですよ。でも、俺はロウリュ目当てで入ったんですけど、その人はロウリュが始まるっていうの知らんかったんでしょうね。座って2分ほどしたらお兄さんが挙げて、これからロウリュをさせてもらいますって、いやーって回し始めたら、熱っ言うて出ていかはりました。めっちゃおもろかった。熱いの知らんかったんかい。ドリフの入れ墨コントの高木ブーになった気持ちでしたね。で、神戸サウナね、別にこれ案件でも何でもないんですが、LINE の友達登録とね、それとアプリもあるんですよ。神戸サウナアプリが。で、神戸サウナアプリ入れてるとね、クーポンもらえるんですよ。で、その月に1回使えるね、めっちゃ安なるクーポンあるんです。で、5月俺使ってなかったから、5月のクーポン使ったら、赤すり半額やったんですよ。で、赤すり行ったんで、一番短いコース。35分コース。お金もったいないからね。赤すり行こうと思って赤すり行ったんですよ。で、35分コースの一番安いやつもちゃんと半額になるんです。だから、めちゃめちゃ安かったんですよ。で、赤すりしてもうたんです。で、行ったらね、来たお姉さんがね、身長175センチぐらいあって、上にも横にもでかいお姉さんやったんですよ。で、わーと思って、赤すり、ハードのタオルとソフトのタオルどっちありますかって言われたんですけど、体見て、ソフトで、もう、ソフトでって。でも赤すりめっちゃうまかったんですよ。でもね、すっごい陰気な人で、一言も喋らはらへんのよ。まあ別に赤すりの時にいっぱい喋ってほしいと思わへんけども、一言も喋らはらへんのよ。でも終わりかけに急に、私今日お昼ご飯ね、すっごい大きいパンやったんですって言わはった。そうやろなぁと思いました。すっごい美味しいんですよ。もうね、おもろうてね、ものすごいシュールで、最近の大阪にない笑い、でも昔には確実にあった劇団新幹線の笑いのようで、すっごく面白くて、もうずっとそれ思い出し笑いしてました。で、大阪、兵庫、京都、奈良のお友達、ちゃんと松竹座行きましたか？さよなら公演。
大阪、兵庫、京都、奈良のお友達に、まあ、和歌山の人も言うときます、滋賀の人も言うときますけど、新快速で梅田出れる人、快速急行、特急乗ったら難波に出れる人らね、もっと板の上のもんを見るようにせなんだら、これ歌舞伎落語だけやのうてね、伝統芸能だけやのうて、外タレのコンサートも大阪だけチケットの売り上げが悪い言うんですよ。歌舞伎、落語、お能、文楽等々の興行が大阪は売り上げが悪いと言ってるだけではなくて、ありとあらゆる興行の格闘技も悪いそうなんです。でね、相撲もあかんらしいですよ。ほんで、嘘ばっかりついてる大阪のテレビ見て笑うてんでしょ？おかしいって。それ、おかしいって根源的に。てか、多分、まあ、単純に言うて知らんからなんでしょうね。いかに素敵な世界かということをね。で、なんかしら吉本の芸人が4人ぐらいこう、パイプ椅子に座って並んで、それ並べてて同じこと言うてたらそれで満足なんでしょ？もうブロイラーやんか、文化の。まあ、ブロイラーでよしとするんでしょう、貧乏人やから。しゃあないですよね。田舎の貧乏人ってそうなりますから。でもそれ情けないですよ、それは。ほんで、副首都になろう言うてるんでしょ。で、見てる番組で吉本の芸人がスタジオの中でカメラ2台だけのスタジオの中でパイプ椅子4つ並べて喋ってる映像だけ見て、で、それ15分続いたな、5分間吉本の芸人が街で飯食うてる姿見て喜んでるんでしょ。しゃぶって千釣り越えて朝起きて昼寝るだけの生活と変わらへん。で、副首都になりたい、副首都になりたいって言うてるんですけど、もうこの間うちから言うてるみたいにね、もうね、無理やって。そんなもん。いや、副首都になってみ？で、玄関口伊丹空港です。で、伊丹の空港乗って梅田まで出よう思ったら2回乗り換えなあかんねんね。あ、1回か。いや、でも、それ、恥ずかしないの？あ、2回か。重曹での乗り換えにならんから。いや、恥ずかしないんかなと思うのよ。で、副首都ですって、外国の人が副首都に来てくれはります言うて、おろして伊丹やで。どないすんの？で、タクシー乗ろうかなと、タクシー運転手の既得権益で、大阪方面と兵庫方面に乗る会社が分かれてるの分かるけれども、まだ、大阪でもお前、高いメーター狙いのやつを守るためのお前、大阪遠距離と大阪近距離に分かれてるという、世界にどこ行ってもないようなルールでやってんねんで。意味わからんでしょ？頭おかしいんですよ。今もやで。で、大阪国際空港言うね。国際線ないのに。もうね、もうむちゃくちゃやねんってアホはやってるから。もうアホやねんって。で、関空すごいけど、関空の大きさってちょうど羽田の第二ターミナルの半分ぐらいよね。関空ある言うてるけど。滑走路だけはごっついけど、ターミナルしょっぽいよね。で、そんなに東京になりたかったら東京までたらええと思わへん？成田ほどの大きさが関空にあるかやったら成田ほどの大きさにないしね。関空の大きさは羽田の第二ターミナルぐらいの大きさですよ。で、関空遠いしな。いや、俺ずっと言うてるやん。もうそやから、伊丹も潰すねん。で、関空を、普天間の代わりにアメリカにあげんねん。ほんならもう辺野古作らんでええやろ。考えてみ、神戸空港、今の神戸空港あるでしょ。で、ポーアイの神戸空港側ってガラガラやん。なんもないねん。ポーアイの神戸空港側って。なんもないねん。で、そやから、ポーアイと関空の間を埋めたらええねん。ポーアイと関空の間を埋めて、空港にしたいねん、全部。ほんなら、成田ぐらいの規模の空港できるよ。ほんで、新幹線を、もう、新大阪もやめんねん。もう新大阪なんかあったかって意味ないねんから。新幹線を、梅田の下通ってまっすぐ西へ伸ばしたらちょうど海出るから、そのまままっすぐ海の下掘って、神戸空港で新幹線止まって、これで姫路ぐらいで陸に上がって、で、姫路ぐらいから陸に上がってから、山陽新幹線に吸収されるということにしたら、全部ほんならもうポートライナー乗ったら、すぐ阪神にも阪急にも乗れるし、JR にも乗れるし。と思わへん？西明石必要駅として。で、ポートライナーだけで混む言うんやったらやな、東側のポートライナーは三宮行くでしょ？で、西側のポートライナーは神戸の駅につけるようにしたらええやん。ほんまはね、不便でも、三宮だけにした方がええと思うんだけどね。絶対そうした方がええって。西明石いらんでしょ？まあ、一番ね、我が国のためにええのは、
関空よりも、まあ、アメリカに辺野古の普天間の代替としてね、一番ええのはね、成田をね、普天間の代わりとして上げてしまうっていうのを最高やと思いますよ、これ。成田をごそっと。いえ、で直視したらええんですよ。沖縄がどういうことになってるかっていうの。で、あれや東京の人が、西の横田、東の成田、サンドイッチで植民地って言ってたらええねん。言ってたらええねん。まあ一番ええのはそうやと思うんですけど、ただ何しかね、よその国の空港の便利さとか知らんのよね。で、これ大阪の空港の文句ばっかり言うても、東京の空港もそうですよ。直接の競争相手やから、運営会社側が嫌やって言うてるのはようわかるんですけども、羽田から新幹線乗られへんの意味わからへんもん。ほんまに意味わからへん。ほんまは、オランダとかイギリスのスタンダードから行くと、羽田から東北新幹線と北陸新幹線と、上越新幹線と東海道新幹線全部乗れへんかっておかしいんです。そうでないとおかしいんですよ。羽田で。それが普通の話です。国際空港というのは。今、羽田の場合は羽田空港アクセスラインっていう JR の線路をもう一個作ってるんですよ。羽田に JR が来るんですよ。在来線が来るんですけど。で、まだそうやからマシやけど、大阪の伊丹考えてみよう。電車でね、梅田出ようと思ったら2回乗り換えなあかんねんで。ホタルが池と重曹で。2回乗り換えにならんのですよ。で、しかも私鉄やで。JR ちゃうんで。私鉄ですよ。で、さらにびっくりすんのは、梅田の駅の脇に新御堂の乗り口あるでしょね。あそこまで、伊丹空港から高速道路一本で行かれへんねんで。リムジンバスがあるから大丈夫言うてるけど、そのリムジンバスが空港から大阪市のターミナル駅である梅田まで行く間に高速道路一本で行かれへんって、それ普通や思てんの？一回下道走らなあかんねん。重曹に乗り換える必要ないな。重曹にそのまま行けるわ。ごめん。ホタルが駅から行けるわ。普通や思てんのそれ。むちゃくちゃええねんて。そんなもんお前、時計60年止まってんねん。漫画トリオが、売れてた頃から時計止まってんねんて。この間みんなでヨーロッパ行ったな。そうそう、空港から乗って、空港なんて名前やったかな。山の寂しい湖に、一人来たのも悲しい心。胸の伊丹空港な、いうネタをやってた頃から変わってへんねん、何も。っていうネタを漫画トリオがやってたの。で、こういうネタをやってからパンパカパン、パン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 パカパン、今週のハイライトっていうのやってたんですよ。あと、重曹の火事の現場、いつ片付けんのあれ。わざと置いてあんのあれ。あれなんなのあれは。この間の火事よ。年末の火事のやつ。駅のまあ前やで。あんなん精神衛生上悪いて。ほんで、副首都になりたいの？副首都になりたいの？ほんで。大阪やインバウンドや、道頓堀にぎおうてるわ、言うて。道頓堀にぎおうてて、ほんまやな、道頓堀にぎおうてるな、言うてんの。引っ掛け橋の半径20メーターだけ。ちょっと東へ差して歩いていって、堺筋の方を向いて歩いていったら、坂町からこう、川へ、道頓堀に抜けてくる角地、空き地のまま、草ぼうぼう。ほんで、副首都になりたいの？俺がディーン・フジオカの代わりに女口説くいうぐらいちゃんちゃらおかしいわ。福岡の方が数段増し、仙台の方が数段増し。福岡なんか大阪の人信じられへんかもわからへんけども、地下鉄で2駅で博多やからね、空港から。地下鉄で2駅やで。仙台かって JR の駅から1本で行けんねんで。新幹線の駅から。仙台空港アクセスライン乗っとったら。めっちゃ便利やで。仙台空港なんか。すぐ新幹線乗り場やで。菅野さんはなぜいつも良い男の代名詞がディーン・フジオカってそれ以外のイケメンの俳優の名前知らんからです。要は、俺のイケメン時計が止まってるんです。そんなこんなで、大阪っていうか関西の不便なインフラを味わいながら昨日は神戸で取材をしまくって帰ってきたんですけれども。で、ええんですけど、神戸の話戻りましょうか。ね。神戸はね、最近治安が悪なってるんですよ。
めっちゃ治安悪い。もうやばいですよ、神戸。治安ほんま悪いです。昼の日中から声かけ事案が発生してるんですよ。しかも成人女性を狙った。もうね、びっくりしますよ。お写真でも撮ります？せっかく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 。もうやばいでしょ、治安。てか、おかしいでしょ。自撮りしながら街歩いてて、誰かに自分から声かけて、話の発議でお写真でも撮ります言うてんねんで。おかしいでしょ、それもう。頭おかしいやん。越前屋ひょうたでもやらん。越前屋ひょうたでもやらんし、タージンでもやらん。神戸市内にお住まいの方々、あれですから、近くに子供の家という、こう逃げ込める場所がありますからね。そこへ逃げて、今変なおじさんに写真撮らへんか言われたら逃げ込んでください。でね、まあ、その冗談はさておきね、これね、ハラスメント、こいつがハラスメントから無縁でいられないということがこれでわかるんやけど、知事です言うてるやつからカメラ回ってるところで、お写真でも撮ります言うたら答えはイエスしか言われへんねんって。普通の大人やったら。俺らはね、ノーって言うよ。しばくさはあれ、クソキモいって言えるよ。それは、どういうことかを知ってるからね、言えることであって、普通の一般の人がカメラ回して知事です言うてるやつが来て、これで写真撮りませんかって本人から言われたら、結構ですって言われへんって。俺がそのファンが嫌いや言うてんのと一緒で、他者との距離感がおかしいのよ、ことごとく。斎藤元彦って。で、俺らはね、言われたらもうそんなもんなんでお前と写真撮らながらクソ気持ち悪いあんだら、言うて。お前がカメラ待って俺の写真撮れ、言うけど。お前写真撮んの好きやねんやろ。お前俺のスマホで俺の写真撮れ、言うたるけど。お写真撮る。ああ、撮ったる。お前ほんなら向こう行け。俺らここでポーズ撮るから、言うて。いや、俺らはできるよ。今これ見てる6800人の人はできますよ。それはできます。それはできるけど。で、基本頃、女と若い男にしか声かけへん。自分より背の低い若い男にしか声かけへん。で、単なる変態なんですよ。で、イカれてんねんって。これね、ちょっと思い出さなあかんことあんねんけど、これこれ。これ見ながら思ったんですよ、これ。思わず突っ込んでもうたんやけど、ここでビール昼間から飲んでる人は風呂上がりの人だけです。いや、ええんですよ。ただね、これちょっと、どうしようかな、このロジック。俺これ見ながら昨日ずっと次の記者会見で言うたろうと思ってるロジックがあるんですけど、このオープンリーチなんで言うといてもいいんですけどね。与宮神社で、コモさんに写真撮られてましたよね。で、そのコモさんに写真撮られるときに、あいつなんて言うた？斎藤元彦知事としての参拝なのにもかかわらず、プライベートだから写真撮らないでください言うてるわけでしょ。で、さっきのお写真でも撮りましょうかと、これと一連なんですよ。ほんならこれ公務やんけ。写真撮ってんねんからプライベートちゃうってことでしょ。与宮神社への参拝の時に、小森さんから写真を撮られる時は、プライベートやからやめてくれ言うてるわけでしょ。わかりました。ほんならプライベートやから写真撮らんときましょう。プライベートの写真は撮ったらあかんねやろ。そりゃそうです。プライベートやねんから。ということは写真撮ってるということはプライベートちゃういうことやんけ。まあいろんな人に取り上げていただいてありがたい限り先週の記者会見での俺の質問がね、斎藤元彦的な壊れた日本語で言うと、やらさせていただいたっていうやつですけど、西脇さんのチャンネルでも取り上げてもうたんです。で、これちょっと西脇さんへの伝言なんですが、西脇さんの動画、具体的に言うとこの動画、大々的に取り上げていただいて、西脇さんのような方に取り上げていただいたのは、光栄の至りなんでありますが、これですね。発覚、斎藤元彦 SNS にコメント、ブロック解除してるのかどうかっていう動画を西脇さんがやってくださいました。で、これ西脇さんの解説を聞いてて、基本的に僕のやろうとしたことを完全にちゃんと解説していただいててありがたい限りなんですけれども、西脇さんの解説で一つだけ間違っているというか、西脇さんが勘違いしておられることがあって、この間の記者会見で僕が
斉藤元彦に対して、ブロックしてないですか、してませんかという質問をして、その質問が鋭かったというのは、西脇さんが言ってくださった通りなんですけれども、あの検証動画は、って言うてたから検証しようと言うて作ったんではありません。きっと記者会見で聞いたらゴニョゴニョ言うやろうなということを見越して、前の日に作ってる動画です。西脇さんの解説聞いてると、記者会見で元彦がゴニョゴニョ言いよったから、俺が後から検証したかのように見えるかもわからんけど、そやなしに、どうせどの球投げてもアホやからゴニョゴニョしか言われへんやろ。そやからアホでも分かるようにしといたろって、火曜日の記者会見の前の日の月曜日に作ってる動画があの動画です。で、先に間違いなくブロックも削除もしてるということを確認してから、ブロックや削除してないですかって聞いたんです。ほんならゴニョゴニョ答えたから、そうか、答えられへん理由があんのんかということになったということです。で、もし西脇先生、お時間があったら今度、そういう時系列だったという補足だけしといてください。で、どうせこう言うだろうからこういうことをしておこうという検証動画は、あと4本残ってますから。この YouTube のコメントの削除とかだけではなくてね。いろんな話題で、こうおそらく言うであろうということで、何言うたかって憲政改革家の知恵で追いつかへんと思いますよ。ロジックとして言うと、斉藤元彦さんは法の上位に存在する存在なので、エルカンターレと扱いは一緒ですっていうロジック以外、正当化できないはずですから。だって、OK です、斉藤さんの行為はって、なんでって、斉藤さんは法よりも上位の存在なんで、としか言いようがない。で、その象徴がですね、同じようにこするんですけれども、その象徴がこれですね。ここら辺からです。憲政情報などをですね、個人として発信をさせていただいて。わかりました。ちょっとそこで2つ論点があるんですけど、職員等が撮影した写真をですね、適宜活用させていただいて。はい、わかりました。そしたらその写真を撮影した秘書課の職員が、この知事の写真かっこいいからと言って個人のツイッターアカウントに上げて県政の PR と言ったら、それは兵庫県の人事規定ではどういう処罰になりますか？そこはなんていう人事課にまたお答えいただければと思いますが、私は知事という。はい。ということで、斉藤さんが人事課を名指しに人事課に聞けとおっしゃったので、この間夕方、配信しましたけれども、人事課にも聞いてございます。取材のお願い。回答期限。5月の29日、今日の17時ということになってます。背景、時間ますますご清聴のことと喜び申し上げます。さて、昨日、2026年5月の26日火曜日の知事定例記者会見におきまして、職員が業務上撮影した記録用写真の取り扱いに関する人事規定上の評価について当票より質問を申し上げたところ、知事より、その点は人事課にお答えいただければと、期間を明確に指名した上での振り分けがございました。つきましては、下記事項について帰化ご見解を文章にて伺いたく質問いたします。敬具、質問1。兵庫県の職員が業務上撮影した記録写真を当該職員あるいはその他の職員が個人 SNS アカウント X、旧 Twitter、YouTube、Instagram などに投稿し、その目的を県政の PR のためと説明した場合、兵庫県の人事規定上当該行為はいかなる評価処分の対象となりますか？質問2。上記質問1の評価にあたり適用される条文規定を具体的にお示しください。質問3。知事あるいはその他の特別職が兵庫県の職員が業務上撮影した記録用写真を個人の SNS アカウントに投稿し、県政の PR のためと説明する行為について、人事課が所管する規定との関係において、いかなる整理が成立するか、特に一般職員に対する規定との対比に比重を置いてご説明ください。ご回答期限2026年5月の29日金曜日17時。ご回答方法。本書面発信元ファックス番号またはメールアドレス宛て。ご回答の有無やご回答の内容に関わらず、機関からのご回答の事実は、当方が運営する媒体において公開する可能性がございますので申し添えます。以上。ということで、文章による取材を申し込んでおります。楽しみですね。今日の5時。だって知事が言うたんやもん、人事課に聞けって。俺が勝手に人事課に取材してんちゃうもん。知事が言うたんや
明確に振り分けとって、それは人事課にお答えいただければと思いますけども、言うて。ほな聞かなしゃないやん。知事がそんな言わはったやん。なんか俺無茶なことしてる？なんか俺悪いことしてる？なんか非常識なことしてる？普通のことしてるよね、俺。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。